こんにちは、しろです。こんにちは、ゆりです。小金沢です。今回は八丈島アラベスクの小金沢さんと一緒に、ダイビング安全についてちょっとお話ししていこうかなと思います。イエーイ。最近ね、ゆりがこう迷子になったりとか、はい、あと僕も去年セルフダイビングでね、道に迷ってあわあわしたりとかそういうのがあってちょっと安全意識を高めていこうかなと思って、こういうテーマでお話しさせていただければなと思います。はい。まずさ、前提としてさ、はいパディでは迷子になったら、その場にとどまって、はい探して1分とどまって見つからなかったら浮上みたいなじゃないですか、でも結構場所によって多分それぞれのシチュエーションとか違くなってくると思うんですよね。ビーチの時もあるし、はいドリフトの時もあると、多分そういうケースバイケースみたいのがあるから、なんかその辺を例えばじゃあ八丈島だとどうなのかなみたいな、そうですね。八丈島だとどうなのかなっていうか、うちのアラベスクだとどうなのかなっていうと、その指導団体によって多少は違うのかな、ちょっと全部ね指導団体わからないんですけれども、1分間探して浮上っていうのがあると思うんですけど、例えば八丈だったらビーチでも潮の流れが流れやすい夏窓とか、あとは、八重根だったら沖の方で浮上してしまうと船の航路に当たってしまうとかっていう、船が通りやすい場所に当たってしまうとかっていうのがいろいろあったりするので、アラベスクの場合には一応ルール上は1分間探して浮上ってなってますけれども、透視度が非常に八丈島はいい場所なので、まずその場にいてくださいっていうインフォメーションをしたりしますね。でその場にいてもう例えば10分15分待っても、ガイドさんと合流できなかったとか、自分の残圧も少なくなってきたなっていう時にはその1分間探して浮上っていうルールっていうのはもちろん適用されるんですけれども、まずはその場で一旦待って、で、むやみやたらに動き回らないように動き回らないっていうふうに伝えてます。でその理由としては、透視度がいいので、皆さんから見えていなくても、僕たちから見えていることもあるし、あれいないなって思ったら、ビーチの場合にはすぐ戻って確認することができたりとか、そういうことができるので、うちの場合には、一旦その場でステイで動き回らないでねっていう、でそれでも合流できない見つけられない場合に残圧が少なくなってきたとかってなったら、1分間探して浮上っていうふうに伝えてます。じゃあ残圧がまだある限りは水中にいてねみたいな。そうですね。いて一番は落ち着いててほしいっていうのがありますよね。やっぱりこう慣れていなかったりとか初めての場所だと、いなくなっちゃったっていう事実でものすごくドキドキする。焦りますね。そうだと思います。そうでちょっとこう冷静に考えれば、コンパス当てて、向こうが沖だからとりあえず向こうに行こうかなとか、これだけ見えるんだから他の例えばショップさんいるよねとかってなるんですけど、ドキドキするといろんな情報がもう見えなくなっちゃうので、それは、そうなりやすいからこそ、そうならないようにそんなに心配しなくても大丈夫ですよっていうインフォメーションを僕はしてます。ドキドキしませんでした？めっちゃした。自分はした。私はそんなにドキドキする方ではないんですけど、でも私がゲスト目線でお伝えしたかったのも一緒です。まずはこう焦ると思うんですけど、まずは深呼吸しましょうっていうのを言いたかったです。とりあえず落ち着いて深呼吸して心臓を落ち着けようっていう。そうですよね。なんか結構面白いなって思うのは、その人の性格によって反応って全然違うんですよ。見えなかったっていう時にあれみんないないなっていう落ち着いてるタイプの方もいれば、あれいないっていう風に動揺しちゃう人そう方もいて、でそれって別にいい悪いじゃなくて、ご自身の性格とか、いろいろな経験によって導かれるものなので、それを一回受け止めて、おっしゃる通りまず一回深呼吸しましょう、でその上であれいないなっていうのでもいいかもしれない。あれやっぱりいないなどうしようっていうんだったら、とりあえず他にどこだなとか、ここだったらこっちの方向に行けば陸の方に行けるなとか、ガイドさん一回待っててねって言ってたなとか思い出してもらえると、結構冷静に対応することができる。一番良くないので焦ることです。そうですよね。それは同感です。ここで上がっちゃおうかなとかと思うもんね。思わないなんか迷って一回ちょっと上がって地形確認しようみたいな。そういう時もありますよね。場合によってはで必ずしもこうコンパスを持ってるとは限らないじゃないですか。だからやっぱ入る時になんか山立てみたいなこう地形を確認みたいなのが結構大事なのかなと思ったんですけど、なんかそれで
ビーチの場合、八丈でも、例えばビーチダイビングの場合には今の物事で、ボートダイビングの場合には例えば八丈は渓流がないのでドリフト、でドリフトでその場でずっといるとですね、潮の流れとかで全然違う場所になっちゃったりするので、ドリフトの場合には、もうすぐ上がる、すぐ上がった方がいいんですか？いいと思います。なぜかっていうと、流されちゃうと、チームごとにバラバラになると漁師さんが見つけにくかったりとか、潮の流れっている場所によって変わったりもするので、こう分かれちゃったりする可能性があるんですよね。でその場合にはボートではぐれちゃったって思ったら、すぐフロート上げて安全停止をする、でこれがですね、安全停止をしてから、フロートを上げるじゃない方がいいと思います。フロートを上げてから安全停止をした方がいい。そうで、漁師さんも漁師さんでだいたい何分ぐらいに上がってくるなって見ててくれるので、一人だけ違うところでポンとフロートが上がると何かあったんだなって分かってくれるんですよ。そうすると向こうとこっちにいるなって見てくれて、こっちが早く上がったから何かあったんだろうなって言ってこっちを見ててくれる。そうするとはぐれなくて済むっていうのが八丈の場合にはあったりします。なるほど。だからなんかこうルールとしてこういうのがあるよねっていうのは知ってた方が絶対いいし、そう思ってた方がいいんですけど、ビーチとボート、じゃあ八丈島とどっか伊豆とか沖縄とかでもう全然物事が変わってくるので、なので今回ね、なんだろう、ブリーフィングを聞かないネタみたいなのもあったと思うんですけどやっぱり一回一回聞いた方がいい。そうですね。そうなんですよ。慣れてるとこもね、忘れちゃってるかもしれないし。そうなんです、そうなんです。まあ、確か三小本とかもさ、はぐれた瞬間にもう浮上じゃん。そうだね。三小本ルールだよね。やっぱ流れてるとこだと、それだけ水中にとどまってると分流れだと流されちゃうから、どんどんはぐれちゃうからってことだよね。そうですね。あとガイド側のこう気持ちで言うと、まあ、もちろん、ロストしない方がいいっていうのは前提です。で前提なんですけれども、じゃあはぐれてしまったから、うわどっかに行っちゃったよってなると、いやお前も落ち着けよみたいな話になるので、あれ一人いないなと、どこまではいたなと、でいなくなった人は誰なのか、例えばの話、初心者の人が急にいなくなってしまったっていうのと、じゃあシロさんがいなくなってしまったっていうの、僕たちの精神状態全然違うので、全く初めての人がいなくなったらまず水面見ますよね、僕だったら。上がってないから上行っちゃってないっていう、浮上しちゃってないっていうところが見る。でそうじゃなかったとしたら、やっぱり遠くを見てどこにいたのかとかどこまで一緒だったのかっていうふうに考えて、相手の精神状態と僕たちの精神状態をまず考えるかなっていう風なところからスタートします。でボートダイビングとかでよくあるのは、はぐれてしまいました、でもここしか行けないよねっていう、で、ブリーフィングでお伝えしているここ回りますよっていう時に、向こうの方からスポンって上がることってあんまりありえないんですよ。ってなった時にはここにはいるよねっていう、まず安心があって、でその中で僕たちが浮上しました、彼らも前後5分ぐらいで浮上しましたっていう時にはそんなになんかこう心配はしない、もちろんなんではぐれちゃったのかっていうのは聞いて、いやあそこにいる時に他のガイドさんついてっちゃいましたとか、あそうなんですねっていうのでお互いにこう安心してこの失敗を次に生かしていけるっていうのができれば、特に大きな問題にはしない、けれども僕たちは上がりました、彼らも残圧とかいろんなこと考えて40分ってダイブタイムで言ってたから40分ぐらいで上がってくるなと思って40分45分ぐらいだったらそんなに気にしないんですけれども、それが50分とか55分過ぎても上がってこなかったらっていうのはやっぱり結構ドキドキしてきますね。なるほど。こっちも。要するにただ道をはぐれたんじゃなくって、どっかでそれこそ気失っちゃったんじゃないか、二次災害的なことも考える。っていうことを考えると、はぐれて僕安全だからまあいいやってなると、今度こっちがドキドキしたりとか違うことも考えなきゃいけなくなってくるので、大丈夫だったとしても、ルールの範囲内で上がってきてくれると、非常にこっち側も安心できるというか難しいんですよ。なんかバラバラになっちゃった、すぐ助けに行かなきゃってなったら、入れ違いで上がってきちゃってずっと中でみたいなこともありえるし、その辺って信頼関係であったりとか、その人のスキルであったりとか、場所によって変わる、潮が流れてるところで追いかけてっても絶対会えないし、そうですね、その辺をですねいろいろ考えながら僕たちもトラブルがあった時に対処するので、
大事なのはブリーフィングをやっぱり聞くこと、ブリーフィングを聞くこと、あとは確認をしておくことですね。確認をする、地形とかそう前提条件が違ったりとかするので、前は浮上しろって言ってたのに、今回は浮上しないってどういうことっていうのがあった時に、確かにポイントによってはこっちの伊豆のここだったらすぐ上がってくれって言われたけど、ここだとすぐ上がらないで下でちょっと待っててみたいなケースもあったりするから、あります。それぞれねポイントによっても違うし、多分海峡によっても違うし、全てがケースバイケースなんでしょうね。そうなんですよ。だからうちの場合にはブリーフィングの最後に何か質問ありますかって必ず言うっていうのはそれで、前回の時こう言ってたんですけれどもって、ここは何で違うんですかって言っていただけると、ここは潮の流れが入らない場所なのでこういうふうなんですよっていうふうに、でも逆に同じ八重根だったとしても、今ちょっと濁りが入ってきてるので、通常よりも通し度悪いのであまり離れないようにしてくださいっていうインフォメーションが入るかもしれないし、っていうのがあると安心できますよね。そうですね、事前に聞いておくと意外とその迷子になった時も事前に聞いていた情報が足がかりになったりするので。そうですね。だからそういうふうなコミュニケーションがあると、僕はだいぶ違うのかなと思って、ブリーフィングはしていますね。お話ちょっと戻るんですけど、先ほどの例えば八重根とかで残圧がある限りは水中で待ってた方がいいよっていうお話だったんですけど、その残圧って大体どのぐらい目安ですか？待ってた方がいい残圧みたいな。待ってた方がいいっていうのも、八丈は透視度がいいので、ちょっと離れていないなと思ってちょっと戻ったら見えることがほとんどなので、残圧がいくつになったら自分でとかっていうインフォメーションはしてないんですけど、八丈島の八重根のアーチに行きますってなった時に、大体どれぐらいで引き返すかっていう目安があるんですけれども、僕だったらアーチのところで、100、人によっても違うんですけど、100前後ぐらいでゆっくり帰ってくると、大体50ぐらいで上がれるっていうイメージでいつもやるんですね。でそれが行きの時だったらちょっとそこで遊んでても戻ってこれるけど、帰りにいなくなった場合って、そもそも残圧が少ない可能性があるので、それによっても状況が変わってくる。なのでいくつっていうのは正直言えないです。なるほど、状況によるって感じですかね。でもだいたい100ぐらい残っていれば、戻ってきても安全に戻ってこれるし、っていうことで考えると、1個100が目安なのかなっていう。だから50バールしか残ってない状態で、小金沢さんが待っていろって言ってたから、そこで待っていましたっていうと、二次災害につながったりとかする可能性があるので、やっぱりそれもケースバイケースになるのかなと思いますよね。八重根の場合航路でもあるって言ってたじゃないですか、その船が通るリスクと、あとは50バールのリスクと、そういろんな正直リスクがあると思っていて、一番はやっぱりエントリーするときに方角は見ておくことですよね。そうですね。で外れないようにするっていうことがやっぱり大前提なのですが、とは言っても、アーチのところで万が一はぐれてしまったっていう場合には、アーチの真上をね船がガンガン通るわけじゃないんですけども、近いっていうだけで漁師さんからするとやっぱり心配だったりとか、普段人がいないところに人がいたら、それはリスクも上がってしまうので、アーチのところで上がるんだったら、もうちょっと陸に近づいてきてから上がるとか、それだけでもリスクってなくなりますよね。そうなんですね。アーチって結構遠いので、アーチの上は船が通る可能性があるけれども、陸上に近づいてきたところだったら、極端な話何かあったら上がるとか、陸に近づいていれば水面移動して戻ってこれる場所じゃないですか。そうですね。っていうのがご自身で多分判断できることが大事なんだなと思います。なるほどなるほど。ここではぐれたから、1分間探して浮上って楽なんですよ。楽なんですけど、残圧150あるのに浮上とかアーチの上でってなったら他のリスクの方が上がりますよね。そうですね、そうですね。それだったら150あるから、小金沢さん言ってたみたいに、とりあえずここでゆっくりしてよっていうので見つかれば OK だし、でもそれが50バールしかない状態で、小金沢さんが言ってたからここで待ってよってそれはリスクになりますよね。そうですね。っていうのが冷静に考えられて、会った時に大丈夫でしたかって言って、小金沢さんまだ150あったので、ここで少し遊んで待ってたんですけど、来なかったんでって言ったら次につながる。けど、言われたから上がりましたとかってなると、次に多分建設的になっていかないので、そうですね。そこはいろいろな対話の仕方でオプションがあったんじゃないですかっていう方が、今後のダイビングには僕は建設的になっていくかなと思います。なるほど。あと初めての土地とかだとさ、やっぱ
いくらエアがあっても緊張しない、もしそういう状況になったら。そうだろうね、そうだろうね。なんかどんどんエアもなくなっていくしみたいな、そういうなんか慣れとかそういう問題もなんか多少あるような、とてもあると思いますね。しますよね。でそれも踏まえた上でやっぱりそうならないのが一番いいので、じゃあ何ができるかっていうと、その安全グッズであったりとか、コンパスの使い方とか、意識としてブリーフィング何回も聞いたことあるけれども、もう一回確認しておこうとかっていうことなのかなと思います。じゃあ今ちょうど安全グッズの話が出たんで、こうね、コンパスとか笛とかね、どういう安全グッズがあるのかとか、どういうのが有効なのかとか、よく皆さん持たれてるのフロートは基本的に携帯しましょうみたいになるじゃないですか。であれは水面でロストしたらパコン、水面で打ち上げてもいいし、水中で打ち上げてもいいし、あれは必ず持った方がいいかなと思うんですけど、コンパスとかってなかなかみんながみんな持ってるわけじゃないなっていう気もするじゃない。そうですね、私なんか使い方忘れちゃった。使い方忘れちゃった。なんか僕はですね、コンパスは全員正直持っててほしいです、ね。あ、そうなんですね。でなんでかっていうと、どこの場所に入るのもそうなんですけれども、入る前に、1回方角を見ておく。例えばそれが、90度なのであれば、180度足すもしくは引くっていうので、何度の方向に戻ってくれば、とりあえずこっちには戻ってこれるっていう安心材料になる、それだけで心の持ちようって違うんですよ。例えば八重根だったら、南西の方向に向いているっていうのが分かれば、北東に帰ってくれば戻ってこれるんだなと。そうですね。でそのまんまエントリー口に帰ってこれるわけじゃないんですけど、とりあえず外洋には行かないので、安全な範囲内には入れるんですよね。でその状態で自分で上がれば、大変かもしれないけど、事故につながるっていうことは極めて少ない、全然関係ないところには行かないですもんね。そうなんですよ。でそれがですね、ナイトダイビングとかだとみんな心配だから結構見るんですけど、日中だと見ないことの方が多いですよね。確かに。っていうのを1個つけておいて、パッと見る癖をつけてから入っていくっていうだけでも、実は全然違う。なんかそれはすごい大事な気がするよね。そうだね。なんとなくエントリーして、なんとなくエキジットしてみたいなことが多いから、やっぱ入る前に一度方角を見とくっていうのがね、方角をコンパス確認する。なんかこう都市型のショップさんですごいいい習慣だなって思ったのが、入る時に、これ多分わざとガイドさんがやってるんですけれども、よしエントリー口何度って言いながら喋って入っていく人がいたんですよ。でそれはすごいいい習慣だなと思って、多分その人知ってるんですよ。知ってるけれども、わざわざ口に出して言うことで、自分でもう一回認識するのと、お客さんに無意識にインフォメーションしてる。でそれと同じやり方で残圧の確認の仕方も、皆さん残圧確認してくださいねっていう言い方もありなんですけど、みんな残圧いくつって聞くやり方をしてる人もいて、そうすると200です180ですって言って声に出すことによって認識もできるし、自分でも認知させるっていうやり方をしてるショップさんもあって、それは非常に有効だなって思いましたね。あとはライトであったりとか、そうですね。ライト、そうですね。あとはなんだ、基本的に言われてるのが光のものでしょ、音を出すものでしょ、ベルとかね、ベルとかっていうものは、あとはフロートですよね。その3つは役割に応じて持った方がいいよねっていうので、うちもスタッフは全員持ってます。このベルってなかなかどっちから聞こえてるかって判定するの難しくないですか？ベルは難しいですね。あれどこになってんだろうってなんかよくなる。私結構平気。この笛はさ、水中ではなくて上がった時の。水中でも使えるらしいよ、それ。使えるものは使えますね。でも水面で使った方が効果的なもんだよね、多分。例えば普通のベルよりもそのまま加えてれば音が出るようになったりとか、普通のベルって上になんか空気抜けるとこあったりとかするじゃないですか。ありますね。それが違う場所で響きやすくなったりとかするので、ダイビングベルはダイビングベルでやっぱ持ってた方がいいです。これあれですね、全然かさばらないし、これ自体は軽いし、なんかずっと大きな声を出してるの多分大変じゃないですか。水面に上がってヘトヘトだったりして、体力消耗するみたいですよ。これ加えてるだけで一応音が鳴るみたいな。そうだから僕もうよくですね、お客さんに言うのは、タイタニック映画あるじゃないですか、あれで最後ローズが助けてもらうときに、あれですね、笛がなかったら助かってなかったんじゃないかって僕思うんですよ。やっぱり体が冷えてる状況とか、疲れている冷静じゃない状況で、おーいって叫ぶのってすっごいエネルギーいるんですよね。
っていう時に笛は加えていれば呼吸できる、で息を吐けば鳴るっていう、でそれが定期的に聞こえてくるっていうだけで、やっぱり探したりとか遠くに物事を送るっていうのを省エネルギーで、使うことができるので、僕はね笛はかなり優秀だと思ってます。ちっちゃいからね BC のポッケに1個入れとくとそうなんだよ、おすすめ。もう全然違うと思いますね。でやっぱりこう今だったら BC につながっていて陸上で本が鳴らせるとか、水中で本が鳴らせるとか、あれもすごい優秀だと思うんですけど、じゃあエアがなくなった時使えるのかって考えると、やっぱりこう笛っていうアナログですけれども非常に優秀なものを1個持ってるのは僕はおすすめしてますね。ミラーとかはどうですか？ミラーも、僕は必ず持ってます。で何かあった時に漁師さんの方にですね、いろんなタイプありますけれども、ミラー真ん中に穴が開いてるのとかあるんですけど、あれで太陽の方向と船の方向が合っていれば真ん中から漁師さんの方を見るようにすると光が反射する、あれはですねやっぱり遠くからキラキラするっていうものがあると漁師さんは反応してくれやすいので、こうなんでそんなたくさんのものを持つんですかっていうと、フラッグがあればいいじゃないですか、フロートを上げていれば気づいてもらえるんじゃないですかって言いますけれども、しけの時にはですねちょっとうねりがあるだけで、僕たちのフロートってすぐ見えなくなるんですよ。みたいですよね。そうなんです。で光が当たらないとですね反射板も反射しなかったりするので、逆に言うとミラーとかは使えなかったりするんですね。だからライトを持っていてライトを船の方にピカピカピカってやると気づかれやすかった。ライトはないけれども笛で音が聞こえるっていうことはどっか近くにはいるなっていうふうに思ってくる。で逆にですね今度天気が良すぎた場合っていうのは、フラットだからいいかもしれないんですけれども、今度ですね天気が良すぎると水面ってキラキラ光ったりするので、そうですね、逆光で見えない、そう逆光で見えない可能性があるっていう時に、逆光で見にきいなとか泡わかんねえなとかっていう時にキラ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 漁師さんの方に反応するものとかがあると、あそこに人がいるんだなっていうのが遠くでも分かる。だから実は1個のものを持っていればっていうことよりかは、使う場面場面によって物事って変わってくるので、やっぱり、音の鳴るもの、光るもの、反射するものとか、あとは大きなフラッグでもいいし、今はあんまり売られてないですけど昔だったら海面着色台があったりとかっていうので、それぞれの役割を使い分けるっていうのは必要だと思いますね。僕らはそれに加えてゼリー飲料を BC のポッケに入れてたりして、日本だとそうでもないですけど南国とかね、どっか行って仮に漂流してもしくはボート来る前まで結構長いみたいになった時、何時間とかね熱中症とか怖いじゃないですか。そうですね。だから一応なんかポカリみたいなのを BC に入れて持ってたりはします、ね。いやそういうのもすごいいいと思います。何かあった時にやっとけばよかったなじゃなくって、やっぱりもう持ってるだけで、お守りとは言わないんですけれども、安心材料になるので、そうですね。逆にそのいつも持っているものを忘れた時の方がやっぱりドキドキするので、持ってることっていうのは、持ってることとかこうやって何かあった時に考えることとかはすごい僕は重要だと思いますね。はい、ということで今回は、安全についてアラベスクの小金沢さんとダイビングトークしてきました。皆さん安全にダイビングを楽しみましょう。ご安全に。それじゃあバイバイ。じゃあね。